たくさんリールがありますが、すべてメタニウムです。そしてすべて友人のものです。動画のネタとして貸してもらいましたので、しっかりメンテナンスしていきます。とりあえず今回はこちらの15メタニウム DC です。かなり細部まで分解して洗浄と注油を行いますので、お持ちの方がご自身でメンテナンスを考えている場合の参考になれば幸いです。外観の傷を除けば悪くはないです。若干ウィンウィン音がするぐらいですかね。日頃丁寧にメンテナンスしていたことが伺えます。私的には問題なさそうなので全然面白くはないです。では分解していきます。サイドカバーは今も昔も変わらず開けるのは2工程です。IDC5 でした。スプールにベアリングは搭載されていません。あのベアリングは MGL だけつくのでしょうか、それとも DC にはつかないのでしょうか。ここら辺は汚れが溜まりやすい部分ですが綺麗です。このリールは全然使用してないんじゃないですかね。スタードラグ音出し板が若干えぐれてますがよくある話です。ちなみにここの分解はおすすめしません。このピンやスプリングが簡単になくなります。ベアリングは再利用できそうです。分かってましたけど綺麗ですね。メンテナンスする意味があるか怪しいですが、分解されたことがないであろう部分まで全部分解します。ローラークラッチの取り外しはやめておきました。ここはこのまま洗浄します。やっと少しだけ汚い部分に出会いました。ここも分解はおすすめしません。神経質な傾けです。ここは意外と部品が入っているんですよね。そしてこのピンとバネがなくしやすいです。ピンは飛んでったら見つからないと思ってください。15メタニウムはウォームシャフトピンが少し変わった形してますね。溝が切られてます。この汚れ具合からするとここは分解したことがなさそうです。やっとやりがいが出てきました。ここら辺も分解した形跡がないですね。まあ飛距離や巻き心地に影響ないので無理に行わない方がいいですけどね。はい、本体側はこれ以上分解できない部分まで行ったので、これで完全なリフレッシュができます。
ノブはだいたい1枚 SIM が入ってますね。サイドカバーの分解をします。ここの分解もおすすめしません。DC リールなので DC ユニットが入ってますが、メンテナンスする場所ではないですし、元に戻すのに意外と苦労します。綺麗になること以外メリットないです。この中が DC ユニットです。21スコーピオン DC の方がしっかりポッティングされていた気がします。15メタニウムはオーリングだけの防水なので少し心配になります。音出しピンはここだけじゃなくカバーにも入ってますので注意です。この段階では外すのを忘れてました。全部分解が完了しました。外していないのはローラークラッチぐらいですかね。慣れればここまで20分ぐらいです。あとは洗浄と注意と組み立てです。この洗浄液の再利用も今回のメタニウムを3台行ったら廃棄ですかね。これが先ほどのピンです。このまま洗浄すると間違いなく噴出します。ベイトはこれが嫌ですね。シンプルな機構ですが細かい部品が多すぎます。ウォームシャフト周りは一番汚れる場所にもかかわらず分解が大変な部分なのでいい感じに汚れてます。この落下シンナーも細かい汚れが沈殿してますのでメタニウムが終わったら廃棄です。飛距離には関係ないベアリングに注油します。このオイルは今回初めて使います。R スピードさんの魔法の潤滑剤と言われていて、モーターサイクル向けです。雰囲気的には極厚のオイルと同じ感じなので長期的な安定性には期待できそうです。ただ粘度が高いのでスプール軸に関係するベアリングには不向きかと思います。いい感じですね。膜を張っている感じが伝わります。飛距離に影響する部分はシマの純正です。個人的にノブとかが回りすぎるのは好きじゃないんですよね。ノイジーな感じが手に伝わるのが気になるのですが、ここは好みですね。あとはどんどん組み立てます。完成すると見えなくなる部分ですが、細部が綺麗になっているとなんか達成感があって気分がいいです。完全な自己満足です。ギアに塗るグリスも R スピードさんの商品です。色は目に優しくありませんでした。触った感じ鉱物系でしょうか。合成油ではない気がしますが事実は分かりません。シリコングリスとウレアグリスの間を取った感じです。乳化に強ければ個人的には何でもいいです。強度は1号ぐらいですかね。このグリスもいい感じな気がします。
ハンドル側のカバーの固定は簡易的な芯出しのためにビスは仮固定です。こだわる必要のない DC ユニット側の組み立てです。組み立てながらやっぱりやめておけばよかったなと思ってます。完成です。相当いい感じになりました。芯出しがうまくいったのか、グリスがいいのか、ウィンウィン音はかなり軽減しました。実調中はほぼわからないでしょうね。少しカチャカチャ言っているのは、おそらくピニオンギアとスプールの回り止めのピンの接触音ですが、これぐらいはほとんどのリールで鳴ります。外観はどうしようもないですが、今回相当な部分まで分解洗浄したので、これで大掛かりな清掃は3年は不要になりそうです。ご視聴ありがとうございました。